お牛座さんの皆さん、こんにちは。今回は、これを見てくださっているお牛座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでリーディングをさせていただきたいと思います。見た時がタイミングということでですね、今見てくださっているこの瞬間が本当にタイミングですので、引かれたメッセージをですねお受け取りいただいてご活用いただければというふうに願っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではですね、スタートします。まずは、ご自身の現状から見ていきます。はい、早速こちらです。そしてもう一つこちらから見たいと思います。こちらです。はい、ではね、上から見ていきたいと思います。せーの。はい、カップのナイト、そしてせーの。はい、忍者のカードが出ています。はい、今ですね、現状として、示してきてくれている2枚のカードなんですけれど、何かご自身の心に秘めているような希望であったり、今まで人には話したことがないのだけれどというような純粋なお気持ちですよね。そういったものをご自身のお気持ちの中ですごく捉えてるよっていうようなメッセージなんですよね。これがちょっと気になるのがこの夜の中なんですよね。夜っていうのはこのバックの背景が夜っていう意味なんですけれど、で本来朝であれば何か活発に活動してもうご自身の中で純粋に何かを動こうとしていたりとか、現実的にね行動しようというようなアクションにつながるようなことっていうイメージがあるのですけれど、夜というねこのバックの背景を見た時にご自身の中ですごくまだ現実的には何かご自身のその行動っていうところまでは移ってはいないのだけれど、今心の中で何かひたむきに感じているお気持ちであったりとか、今まではできなかったけれどもしかしたら今だったらできるかもしれないっていうようなですね、そういった何か期待感であったりとか、ご自身の中でどうすればいいのかわからないとかですね、何をしたらいいのかわからない、何をしたいのかもわからないみたいなお気持ちから脱しようとしているような、そういったメッセージ性を今すごく感じるんですよね。それがご自身の中でいろんな意味で悟りになってたりとか答えにつながったよっていう風に伝えてきてくれているのが、忍者のカードですね。今までは分からなかったこと、ご自身のお気持ちの中で本当に自分が求めているものって何なんだろうとか、ご自身の中でもしかしたら今まで無理をしていたというようなことが終わりだったというような方もいらっしゃったかもしれないですけれど、そうやってご自身のお気持ちに嘘をつくのではなくって、ご自分の本当の意味で求めているものって何だったのかなんとなく分かってきた気がするみたいなところで、すごくご自身のお気持ちの本当の深い、核の部分ですよね。核の部分にちょっと触れてるような、そういった印象のメッセージなんです。でそれがまだご自身の中で、行動に移すというところまでは完全には移ってないよ、移してないんだけれど、ただそれがですねご自身の中ですごく希望であったり期待感であったりとか、喜びにつながっていくような部分ですね。そういうことだったんだみたいな理解であったりとか、そういった悟り、忍者のカードが出ているので、そういったことへのその悟りですよね。そういうところをですねすごく捉えていて、ご自身の中では何か発展性であったりとか、今までと違ったような方向性がこれから出てくるのかしらみたいなですね、そういうお気持ちの中での体感っていうものをですね感じてくださってる方っていうのも、もしかしたら、今見てくださってる方の中にいらっしゃるかなと思います。それは、今ね具体的には行動っていうようなところでお伝えさせていただいたんですけれども、お気持ちの確認っていうのもですね同時に起こっていて、ご自身の中で、今ね先ほども申し上げたように、やっぱりお気持ちに対して本当の意味でご自分が
納得してたつもりで進んでたんだけど、本当はでもしたくなかったことかもしれないみたいなところで動いていたことに対してやっぱりちょっと違和感を感じていくような時期でもあるのかなと思うんですよね。それでご自身のお気持ちの中でそういうことってやっぱり求めてなかったんだとかですね、そういういろんなお気持ちの中での確認っていうところがですね、すごく大まかな部分としての今現状として示してきている部分のメッセージ性です。で結構ね、お気持ち的にすごくご自身を捉えていて、これから整っていくというような部分もちょっと見えてきているわけなんですけれども、ここからね急激に決まることであったり決まっていくこと、そういったことをですね早速見ていきたいと思います。まずですね、こちらです。こちらです。はい、それではですね、こちらのカードから見ていきます。せーの。はい、ソードの4番、そしてせーの。はい、ワンドの6番が出ています。はい、まずですね、このワンドの6番が出てきてくれてますよね。すごく嬉しいような急激に起こることとしてはですね、周りからの称賛であったりとか、ご自身の中で現実的な成功というものが起こってくる、決まってくるっていうことですね。今までどうかな、例えばですけれど、何か努力していることがあって、そういった答えをね待ってる方、何かしらの周りから、相手側からのアクションですよね。それはお仕事に限らず対人関係であったりとか、ご自身がやりたいなとか惹かれるなとかっていう方にアクションを起こしていて、そういった方への何かお返事であったりとか対応っていうのを待っていた方なんかはですね、ご自身にとってすごくいい意味でいい知らせが来るっていう部分をですね伝えてきてくれております。そしてですね、周りから何か注目を浴びるようなことになったりするっていうことなので、人によってはですよ、お人によっては結ばれる、お人とパートナーであったりとか結ばれるようなことになったりとか、あとはですねサポート、何か人の手が借りたいんだよねっていうようなね、忙しさとかそういったことがあった時に助けてほしいなっていうふうに思った時に、そのタイミングでですねサポートが入ったりとか、ご自身助けてくれるような存在がですね出てきたりとかっていうようなこともあり得るっていうようなところを伝えてきてくれております。あとはお人によっては何か金銭的なですね、何か動きたいんだけどどうしようかな、もうちょっとお金がかかるんだよなっていうふうに思いながら躊躇しているようなことがおありな方は、そういう援助ですよね、周りから、予期せぬ援助みたいなことが起こりうるっていうこともですね伝えてきてくれておりますので、すごくご自身にとって何か現実的な意味で華やかというか嬉しいようなことが起こりうるよっていうようなことを伝えてきてくれています。で、何かね決めたいっていうふうに思っていらっしゃった方、ご自身の中で期待感がね今現状としてすごくねカップのナイトが出てきてくれているので、ご自身の本当の意味で求めているものっていうのにつながっていて、そして分かったよっていうようなねお気持ちをお持ちの方は、もしかするとこのタイミングですごく眠気が起こってくるよっていうような方ももしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですね。で、もし眠気がどうしても体が眠くってっていうような方はですね、何かご自身の中でそういったご自分とつながる時の波動を整えるような、そういうご自分の体の調整みたいなことも
ですね急激に起こってくるっていう部分ですね。そういう部分を伝えてきてくれていますが、しっかりそういう時はですね休むことなんですよね。でその休んだ時に何か物事がこう決まっていくっていうことであったりとか、今だったらできるっていうような何かこう、ワンドの6番も出てくださっているので、なんか今だったらできる気がするなっていうようなところで、ご自身がですねこうやる気を持って、こうやっていけばいいかもしれないっていうようなところでですね、何かこう舵取りが始まっていくようなこと、ご自身の中で考えがまとまっていくようなことっていうのもですね伝えてきてくれております。それはやっぱりですね、一つにはリラックスしながらご自身が普通の生活を普通にしていくことっていうことによって、何かご自身の中が整って、そして今までとは違った同じ場所にいたとしても、ちょっと今までとは違ったご自身の考え方であったりとかアイディアっていうのがその後にね湧き上がってくるよっていうことをですね伝えてきてくれております。なのですごくね心配事ありましたっていうような方はですね、もう心配がいらないんだっていうような事柄がいきなり起こってきたりとか、ご自身の中で急に疎遠だった方とかね、そういう方から電話とか連絡が来たりっていうようなことがあった時に、ご自分の判断が今すごくご自身とつながってるっていう部分伝えてきてくださってるので、そのねつながってる部分ですごく今までであればすごく迷ってたんだけれど、こうやってリラックスをするっていうことによって何かご自身の中ですごく判断ができる、もう自分の中で何かこう決断ができるような現状が起こってくるっていうこともですね伝えてきてくれてるんですよね。ではっきりとご自身が伝えることによってさらに楽になったりとかリラックスできるようなこと、そしてそのリラックスできるような体感がご自身の中で成功であったりとか、周りからちょっとこう一目を置かれるような状況っていうのにこう発展していくっていうこともですね同時に伝えてきてくれているんですよね。なので、お気持ち的にはすごくこう緩やかな気持ちでお過ごしいただくっていうことがすごくベストだっていうふうに思いますし、何かご自分の中でやりたいとか今だったらできるっていう風なお気持ちでいるっていうのはすごく大切、お気持ちになった時には動くっていうタイミングなんだって思っていただいていいかなと思うんですけれど、その前にですね何かこう決断できるようなことっていうのが起こってくるっていうことなので、やっぱりねサインが来るまでご自身の中で今ねすごく現状的にはご自分に悟りがあって何かもう落ち着いた状況っていうのは見えているんですけれど、その状況をですねリラックスしながら普通にお過ごしいただいているうちに何か現状がゴロッと急激に決まってったりとか起こってくる、何かご自身の中で決めきれなかったよとか、進んでるんだけどなんとなく中途半端だったよっていうようなことがこう急激にこう決まっていく、こっちの方向に行きたいとかですね、何かこう決まりやすいタイミングっていうのがですねやってくるよっていうことを伝えてきてくれております。でアドバイスでちょっとねさらに深掘りしてまいります。はい、こちらとこちらです。はい、ではこちらから見ていきます。せーの。はい、ワンドの4番、そしてせーの。はい、鳳凰のカードが出ています。はい、まずですね、普通の先ほどね何気ない普通の生活を普通に過ごしていくうちに変化が起こってくる部分っていうのをねお伝えさせていただいておりましたが、まさにこのねワンドの4番ですからね、充実した生活っていう部分を常に意識する、何かこう今このタイミングは特にですね自分の中をこう充実させていくっていうことを常に意識すると、ご自身の中でのその方向転換、すごく眠気が起こってますとかですね、体に最初に変化が起こる方っていうのもいらっしゃるでしょうし、何か現実が向こうからやってきてご自身がもうこれはこうでしょっていうようなこう方向転換、決断するような流れっていうのをね決めていく部分っていうのも終わりになるでしょうし、あとは今まで待ってましたっていうようなこと、ご自身の中で待機していたような内容の現実っていうものが
向こうから知らせとしていい意味でやってきたり、現実的な成功をさらに収めていくような方もいらっしゃるでしょうし、いい意味でですね、すごくこれから現実としての引き寄せみたいなことが起こってくるんですよね。なのでまずはお家の中であったりとか、ご自身の普通に暮らすその生活の中を満たしていくっていうことが、まずはアドバイスとして一番目に来てるんですね。なのでお人によっては、今このタイミング、今夏なのですごく暑いので、お外に出るというよりかは家の中でね整えたりとか、荷物の整理とか、そういう風にですね、お片付けとかね、断捨離とも言いますけれど、そうやってしていただくのもいいと思いますし、今私がねリーディングしているのが夏なので夏なんですけど、これ秋でも冬でも春でも同じようにですね、今見てくださっているこのタイミングで何かねできること、お家の中を整えるべく何かできることっていう風にですね、ご自身が惹かれることをされるといいかなという風に思います。あとは充実した生活っていう部分で言うと、窓が一番ねこのタイミング重要だなっていう風に思うんですよね。窓からこういう風に外を眺めるじゃないですか。で今ねタロットカードが伝えてきてくれている部分っていうのは、ここがご自身のお家の中だとするならば、やっぱり外を見ていく部分っていうのが綺麗にご自身が眺めていく部分っていう風に言うと、お家の窓を眺めた時に外が見えるっていう部分ありますよね。その中で窓であったりとかドアですね、そういった何か空気の入れ替えをする場所っていうのをですね、常に風通しよくしていったりとか、ご自身の中で整えていくってことをですね、意識していただくといいんじゃないかなっていう部分あります。そしてですね、この鳳凰のカードが出てくれているので、やっぱりご自身の中で中立的な立場っていう部分で言うと、ご自身のお気持ちに対して中立でいるっていうことですね。嬉しいことがあるから嬉しい、悲しいことがあるから悲しいっていうのを超えたご自身の中のその上にいるご自身っていう部分の立ち位置で物事を眺めていくっていうことが、何か成功につながってる部分をね伝えてきてくれてるんですよね。その成功の先にはさらなる成功があるわけじゃないですか。発展があるんですけれど、そうやって何かね喜んでしまって、わあ嬉しいっていうと、何かそれで終わりみたいな風に思ってしまう部分っていうのをきっと伝えてきてくれてる部分っていうのを今すごく感じていて、そうではなくってその先をさらに見ていく、嬉しいことは嬉しいんだけれどさらに行くよっていうようなその集中力であったりとか、ご自身の中のその高みへと飛翔していく何か目標っていうものを持たれると、すごくご自身がさらに何か羨望の的っていうような形になっていったりとか、そういったノウハウを人に伝えていけるような何か役割的な部分ですね、そういうふうにですね何か伝えてきてくれている部分があります。なので今ここにね、人が2人こうやって仕えてる部分っていうのがあるわけなんですけれど、そうやってご自身が何か勝ち取ったもの、ご自身の中の精神的なバランスの良さっていうのがお人にこれから生かされていくような部分っていうのをすごい感じるんですよね。そういった意味で今ご自身の中でいろんなことを決めていくし、やっぱり冷静さっていうのかな、そういった部分でご自身を動かしていくことによって、何か将来的にすごく発展してるんだけど安定みたいなものをですね伝えてきてくれているので、そういった部分もぜひ意識しながらですねお過ごしいただくと、さらなる発展みたいなものを伝えてきております。そして、今回のですね急激に決まることのテーマと、キーワードを見ていきたいと思います。はい、まずはですねテーマこちらです。そしてキーワードはねちょっと2枚引かせていただきます。はい、まずですねこちらとはい、こちらです。ではテーマから見ていきます。せーの、はい、ソードの9番、そして、
キーワードせーの、はい、スターファミリー出ました。そしてせーの、はい、こちらが出ています。わかりやすいというか、本当にそういう転換期というかね、ご自身の中でやっぱりこうソードの9番が出ているので、いろんな今まで不安であったりとか、そういうご自身が望んでいない現実っていうものを見た時のカルマ的なお気持ちですよね。そういったことがやっぱりね、こう確認っていうのは若干あると思うんですよね。ご自身の中で望んでなかったこととか、そういったことへの何かこう解放、キーワードがこういった形でご自身の、自分につながって、そして周りからのいろんなそういう、誘惑っていうふうにも言えると思うんですけれど、何かご自身が望んでないものに対してはっきりとご自身が決別できるようなことが決まっていくっていうことですね。何かご自分の方向性がその何かこう起こることによって決まっていくよっていうことを伝えてきてくれてるんです。なのでお気持ちの中のネガティブな部分をやはり解放していくっていうことがテーマになっていて、そしてその先にはですね、ご自身の中でやっぱりつながるわけですから、今現状もつながっていて冷静さという部分を示してくれているメッセージだったわけなんですけれど、そうやってご自身とつながっていくことによっていろんな現実の中での言ってみればこう誘惑ですよね。先ほども伝えたように誘惑っていうのがあって、お牛座さんどちらかというと優しい方っていうのが多いようなイメージであったりとか、ペース的にはこうゆっくりっていうようなね、そういった何かご自身の中でのペースで何かをこうやっていきたいっていう部分もありながら、お人に対してもしっかりこう合わせていきたいみたいな、そういったなんか優しさみたいな、結局ご自身のやりたかったことをやれなかったっていうような方もきっと今までいらっしゃったと思うんですよね。でも今このタイミングはしっかりいろんなそういった体験をしてきたことがつながって、今までのことをやっぱりね、もうこの度はノーっていう風にですね、何かこうご自身の中で決まっていく、なんかこれも違う気がするっていうことがこうはっきり明確になっていくっていうことがすごくねキーワードになっていて、やっぱりねこうやってスパークしてるわけなんですけれど、いろんなことがもう本当に細胞分裂じゃないですけれど、新たに何かこうスイッチがオン、何かこう遺伝子的な部分がオンオフとかっていう話聞いたことおありになる方もいらっしゃるかと思うんですけれど、今まで何かこうオフになっていたようなご自身のお気持ちがオンになってスパークしていくっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。宇宙意識っていうふうにもお伝えできるかなと思うんですけれど、そうやってポジティブな部分の遺伝子であったりとか DNA っていう風に言われるようなことであったりとか、ご自身の中の可能性っていうものがすごくねこうオンになっていくっていうようなこともキーワードになってるんですよね。なのでそのご自身の中で、感じたこと、直感、ご自身今すごくねご自身とつながってるっていう部分伝えてきてくださってるので、そのねつながった時にはっきりご自分の意思っていうのが分かって、で分かった時に何か遺伝子がこうオンになっていくよっていうことですね。同時になので今までカルマ的だよっていうふうに思っていたご自身の中のお気持ち、ネガティブなお気持ちがオフになっていくっていう部分もね伝えてきてくれてるんです。なので入れ替わりっていう意味もあったりとか、もう人によっては生み出しっていう形でいろんなお気持ちの確認が終わりになる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、いろんな意味でポジティブ、ワンドの6番が出てくれているので、こう称賛されることであったりとか、成功っていうことにこう決まっていく道っていう風にですね伝えてきてくれておりますので、まずはご自身が直感で感じたこと、なんか違う気がするっていうようなそういったお気持ちを正直に何かこう示していくっていうことがですねキーワードになっておりますので、それがねそれをしたことによって何かこうオンになっていく、いい意味でご自身の自信につながったりとか、もうこれでいいんだわっていうような自信につながったりとか、そういったオンにつながっているよっていうことをですね伝えてきてくれておりますので、ぜひねこのいろんなちょっとずつお伝えさせていただいたメッセージ、ヒント的にご活用していただきながらですね発展性を持って進んでいっていただければというふうに願っております。いかがでしたでしょうか。お牛座さんの急激に決まること
は以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それではですね、牡牛座の皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。